もしこの世界から食料が消えたら、普段僕たちは食料が当たり前のように手に入る世界に生きている。お腹が空けばいつでも好きなものが食べられる。でももしそれが突然ゼロになったら、頼れるのは自分の体一つだけ。あなたは生き延びられますか？いよいよ始まりました。真夏の水ラーメンのサバイバル。今回の舞台は電波が完全に入らない、携帯も使えない、文明から隔離された無人島で3日間のサバイバル生活をしてきます。今回の持ち物はナイフ、ライト、素潜り道具です。ウェットスーツはありません。今回はこれで生き残ります。しかしマジで暑い。こんなところにいたら数時間で熱中症になって命を落とすでしょう。真夏の無人島でまず優先すべきは自分の身の安全を確保できる場所を探すことです。この直射日光の下に長時間いたら体調崩しちゃうし、体調を崩すと一気に生存率が下がる。まずはこの強い日差しをしのげる場所を探していきます。おお、ここら辺の日陰良さそうだね。岩陰って何もしなくても自然のシェルターになるし、雨風を防げる利点があるんだけど、海岸近くだと高潮や高波の際に浸水する恐れがあるんだよね。ゴミがこんな感じで日陰より奥に来てるよね。台風とか海が荒れ散らかしてる時にこんな感じでゴミが奥まで来るケースがあって、普段はここまで波はいかないと思うんだけど、万が一の際に浸水する可能性があるから別の場所探すか。暑すぎ。こっちはどうだ？ゴミの量が凄まじいな。ここら辺ね、琉球石灰岩で岩が多孔質でしょ。こういった地形って仮に大雨が降っても表層の部分に水は溜まらないでどんどん下に流れちゃうから、こういった場所では水は溜まりにくいし、ここら辺付近では水源はないかもしれない。ここいいな。みんな雨はしのげないけど日差しはねしのげるね、いい感じに。しかもここ高さがあるから波をかぶる心配もないし、ひとまずはねここを仮の住まいにしましょうか。お、みんな草トベラの葉っぱがありました。この葉っぱねすっごい肉厚でめちゃくちゃふさふさしてるのよ。夜に砂の上にさらにこの葉っぱを敷けばめちゃくちゃいいベッドできるかも。よし、水ラーメンひとまずはここを拠点とする。少し落ち着いたところでサバイバルの世界では3の法則と呼ばれる有名な原則があります。まず空気がないと3分で命が危険。体温の維持ができないと3時間で危険。水分がないと3日で命の危険。この優先順位は状況によって多少変化して、例えばこの今真夏の海辺では暑さと喉の渇きが深刻なので、体温管理と水確保が最優先。災害時にも3の法則は有効で、例えば地震で閉じ込められた場合はまず呼吸確保、埃を避ける、次に体温維持、その後水確保だね。よっしゃ、じゃあみんな早速水の確保やっていきます。この環境下で水がなかったら1日も持たないからね。ちょっとやばいかな。じゃあ今からなるべく高い場所に行きます。高い場所に登って島全体を見渡して水源がないかを探す。落ちたら死ぬ。えぐ主義。危ね。おい、島なんも一望できないじゃん。てか急に日差しに当たるだけでやっぱ汗が出るな。緑が濃くて低地になってる場所、高い木々が連なってる場所は地下水がある可能性があるんだけど、水分を含んでそうな植物もないな。ちょっとねもう一回ね下に戻ります。で、本来無人島のこの時間11時から15時らへんって最も紫外線が強くて最も水分を奪われる時間帯なのですが、日陰伝いに歩いて体内に水分を温存しながら少しだけ散策してみます。こっちはどうだろうか。お、みんな見て、ハゼとかすごい小魚がたくさんいる。腹の足しにはならないかな。もうちょっと大きな魚が取り残されてないかな。違う。待って、今水源探してんだよ。お、すごい、みんな見て、アマオブネ貝がいる。よいしょ。石畳アマオブネっていうね貝なんだけど、これね殻すごい硬くて身もちょっと少ないんだけど、煮ればいい出汁が出るし幾分かのタンパク質補給にもなるね。ここら辺さ貝他にもあると思うから後で見てみましょう。こんなに海水はあるのに海水は全く飲めないっていう皮肉さね。ちょっと行ったくらいじゃ全然水源がないな。結構植物は生えてるんだけど、植物からさ水出るかもってみんな思うかもしれないけど、南の島で野生化してる植物で食べれる植物ってマジで少なくて、例えばたくさん生えてるこの木あるじゃないですか。これねソテツっていう木なんだけど、よいしょ、これ見えるかな。この赤い実、一見この赤い実食べれそうなんだけど、この実にはサイカシンっていうバリンコ強い毒が含まれてて、そのまま食べると嘔吐と肝臓障害を引き起こすことがあって、ソテツ地獄っていう中毒事件もこの実で起きてますからね。みんな見て、アダンの木がある。うわ、全然熟してね。こりゃ食えないだろうな。買った。みんなアダンの実あった。いててててて。落ちた。
ほとんどね繊維質であんま水分補給にはなんないけど、ちょっといただきます。待って、みんなめっちゃ甘い。このさ繊維状のとこは全然うまくないな。ここのさマンゴーみたいなここの実はマジで美味しいね。マンゴーを100倍薄めたローション食ってるみたいな感じだな。今回は前半の探索で水源がなかったんだけど、水源がなくても水を作り出す方法はなんとかある。今回は水に全力を注ぎます。なんて言ったってここは南の島、スコールが起きる可能性が全然あるんだよね。まず今からスコールが起きた際の準備をしていこうと思います。スコールが起きてから慌てて用意するようじゃ遅いからね。スコールは真夏の海辺や島でいきなりバケツをひっくり返したみたいに降る大雨のこと。実際スコールってかなりの高頻度で起こると言っても過言ではない。スコールってだいたい10分から30分でやんじゃうんだけど、なんで起きるかっていうと、太陽でまず地面と海が温められて暖かい湿った空気が上にもくもく上がります。その上がった空気が上の冷たい空気に触れて水になって雲が急成長、そうして重くなった雲が一気に雨を降らせるって原理です。こういう南の島だとだいたい午後とか夕方に起きやすいから、もしかしたら今日も起きるかも。本当はねでっかいビニールシートとか漂着してたらそれを広げて一点にくぼみを作ってそれで雨水を集めるっていう方法もあって、その方法で一気に何リットルも水を集められるんだけど、ビニールシート今回なさそうだな。運が良ければねスコールだけで本当にね10リットルぐらい集まるんだよ。二酸化炭素7個できました。もうちょっと作っていきたいね。激アツビニールあるわ。このね普段身近なビニール、無人島で見つけたら絶対保存しといてください。これ一つで水を少量ですが生み出せる方法があるんです。まずねこのビニールの面積が広くなるようにこっから半分に切ります。でですね端までいったら止める。次がね結構大変なんだけど、日当たりがいい砂の部分を深さね50センチぐらい掘ってきます。このサンゴ砂だとなかなかね掘りづらいと思うけど、なんとか掘り進めていくわ。ある程度掘れましたら真ん中に容器を入れます。そうしましたら海水をたっぷり含ませた葉っぱ服をこのね内側にたくさん敷き詰めていきます。これを海水でびっしょ濡れにします。よいしょ。濡れ気たっぷりの服も詰めます。そこにこんな感じでビニールをかぶせる。ちょっと真ん中開いちゃってんだけど、ここに小石を挟むか。サバイバルで完璧な道具なんて揃わないからね、小石でしっかり密閉させていきます。みんな作れました。太陽蒸留法の装置です。こんな感じで掘った穴をビニールでしっかり密閉して、中に大量に洋服だったり水分が多く含んでる葉っぱを入れることで、こいつらが太陽光で蒸発してそれが流れてってここに溜まって下に落ちてくっていう感じなんですけども、明日の朝起きてどんくらい水が溜まってるか見てみましょう。よっしゃ。これでねやれることは一旦やりました。日中の日が沈んだら島の反対側まで歩いてって水源がないか確認してみます。 1,2 時間ここで休みます。みんなちょっと休憩して、今ね島の反対側目指して歩いてます。雲がめっちゃ綺麗なのよ。空に憧れて空をかけ。この島さちょっと歩いただけで全然地形が違うわ。ペットボトルはちらほらあるんだけどゴミがそこまで漂着してないんだよね。待ってみんな、水が流れた跡がある。ほら、でも水干上がってるわ。あっちが海でしっかり水が流れた跡があるよね。川じゃないと思うんだけど大量のスコールが降ってそれが陸地をもっと高いところから流されてきてこんな感じで水の流れができてると思うんだよね。ということはみんなもしかしたらこの先辿ってったら水が溜まってる場所があるかもしれない。待ってみんな、水あった水あった水あった。こっちにも溜まってるが水溜まってから相当時間経ってますね。1週間ぐらい経ってるんじゃないかな。この水が湧き水とかだったらこの場所から50センチぐらい離れた場所を掘っていくともう少し綺麗な水がね得られたりするんだけど、これ多分スコールがシンプルに溜まっただけだから湧き水じゃなさそう。でもさみんな見て、よく見たらさアメンボとか虫がこの中に結構いるんだよね。ということは致命的な毒はこの水の中にないはずだから煮沸すれば飲めます。サバイバルで一番やっちゃいけないのが海水を飲むことと、こういった溜まってるお水を煮沸しないでそのまま飲むこと。むしろお腹壊して下痢して水分失ったりするからね。じゃあさっき漂着してたペットボトルにこのお水入れてくわ。
うわー、なんか上に溜まってるラーメンの油みたいなやつも全部入っちゃってるけど、ちょっと濁ってるけど真水ゲット。よし、4リットル分お水は取れました。このお水もチキン干上がっちゃうと思うんで、またね取りに来ます。じゃあね、ちょっと離れてるから拠点にね戻ります。よっしゃみんな、なんとかね拠点の近くまで戻ってきたよ。もうね辺り真っ暗。ほら今さ干潮の時間で浅瀬に魚が取り残されてるんだけど、おお早い。南岩ガニ小魚はこんな感じで浅瀬でね寝てるんですね。ほらおじさんの赤ちゃんめっちゃ可愛くない？これこんなちっちゃなサイズ俺初めて見たかも。意外とね夜間こういうところは大きな甲殻類だったり大きめのウツボとかいるから、明日以降もし見つけたらつきたいね。拠点戻ってきましたあ、みんなちょっと待って。みんなちょっと水溜まってる。みんな見て。少な。バカ少ない。待って、ちょっと待って。こんなんじゃ2分しか持たねえじゃねえよ。ちょうどでも一口分だよね。いただきます。うわ、砂利。水だ。真水だ。しっかり真水だ。嬉しいな。量バカ少ないけど今日初めて飲んだ水めっちゃ嬉しい。マジで今回さ量は本当に少なかったんだけど、自分でね一から水を生み出せたってのがマジで嬉しいね。やっぱりねこの真ん中の部分に少し隙間が空いてたから、こっから蒸発しちゃって多分水の量が少なかったと思うんだよね。いやみんな初日はなんとか生き延びられました。見えるこの星、ちょっとね見えづらいかもしれないんだけど、星が今すっごい綺麗なんだ。明日は火起こし成功させて、このフィンで潜ってお魚ついてタンパク源をゲットしたいね。寝る時には地面と自分の間に何か挟まないと、直接ねこの上で寝ちゃうと体温をね奪われやすいので、本当はこういう葉っぱだったり下に落ちてるああいう発泡スチロールやペットボトルを敷くといいんだけど、この南の島バカ暑いから、もう今日はこのまま寝ちゃおっかな。2日目も生き残るよ。おやすみ。なんとか起きれたんですけど、頭上でなんか音すると思ったらヤシガニいるんだけど、ヤシガニいる。おーかっこいい。世界最大の陸生甲殻類。あのサイズまだまだちっちゃくて、でかくなるとねもっと大きくなるから。それでさ、ヤシガニって基本夜に行動するから、このね朝の時間帯とかはねなかなか見られないんだけど、ここさ無人島で人間っていう敵がいないから、もしかしたら日中もガンガン活動してるのかもしれない。あ、もう見えなくなっちゃう。バイバイ。おはようございます。サバイバル2日目入りました。いやちょっとねしんどいな、水が伸びてなくて。今ね日陰来てるんですけど、日陰はバリ涼しいね。打って変わって日向に入るとマジで頭痛くなる。あ、なんかニキビできた。ダメだ、ちょっと待って、体がだるい。何もやる気起きない。よっしゃ。それじゃあ皆さん、今から早速火起こしをしていきます。まず火起こしの場所の選び方なんだけど、地面が湿ってる場所は絶対 NG。あと頭上に枝が生い茂ってない場所。あとは風なんだけど、火起こしするときに最初の段階で強い風が当たっちゃうと速攻火が消えちゃうのよね。この場所なんだけど、今ねノイズキャンセリング使ってるからあんま風ないようにね聞こえると思うんだけど、めちゃくちゃね奥から手前に向かって風が吹いてるのよ。少し大変だけど、こっち側の風が当たらない場所まで歩いて、その辺りで火を起こしたいんだよね。お、待ってみんな、めっちゃいいじゃんこっち側。あ、待って、なんかさ洞窟みたいなとこあるよこれ。ほら、うわー、あららららら、結構奥深いよ。ちょうどこの洞窟日差しも防げるし、ここちょっとまた仮の住居にしようかな。臨機応変に家は変えるって感じ。じゃあちょうど洞窟に煙が入りすぎないこの辺りで火を起こしましょうか。よっしゃ。それじゃあみんな火起こしをするための素材集めを今からしていきます。南の島って湿度が本当に高いから火を起こすのが本当に大変。この落ちてる素材も日陰のものはさ全部しけっちゃってるんだよね。ほら、お、いいのあんじゃん。火起こしの素材準備なんだけど、まず着火剤をね探します。火起こしした火種を受けて最初の炎を出す素材です。条件はこんな感じで繊維が細かくて空気が通ってふわふわしてるやつ。こんな感じでヤシの繊維とか麻紐をほぐしたりすると最初のね着火剤はめちゃくちゃいい。本州だとススキとかかな。次はみんな徐々にね木を大きくしていくんだけど、こんな感じの鉛筆サイズの手を加えるとすぐ折れる小さい木をゲットしてきます。ちょうどここら辺にたくさん転がってんじゃん。いきなり木でかいの入れちゃうと火が死んじゃうから、徐々にね本当に徐々に燃料を大きくしていくイメージ。その後は中くらいの乾燥してる枝。お、竹あるじゃん。みんな見て、これ竹です。竹って中が空洞で繊維質で中身が乾燥しやすいから、火起こしにはねすごい便利なね機材です。よっしゃ、ある程度の木材は集まりました。次はね早速火起こししていくわ。
今から去年火起こしまでに8時間かかった弓切り式。今年はね、何時間短縮できるか挑戦してみたいと思います。こういったペットボトルで太陽光を一点に集めて火起こしするっていう方法もあるんだけど、ペットボトル火起こしってめちゃくちゃ難しいのよ。まず焦点が甘いと、ペットボトルって完全な凸レンズじゃないから光を一点に集めにくいのと、あとね、めっちゃ天気に左右されるのよね。さっき試したんだけど、光が全然一点に集まんなくてダメでした。だからね、最も原始的で効率的な弓切り式で今回火起こししていく。事前に火起こしの道具は漂着物で準備しておきました。はい、まずはこれ、火を起こす火切り板。柔らかくて乾いた木がいいです。で、ここの部分をこすっていって、こっちに火種が落ちるっていったイメージだね。次は主軸の棒。親指の太さぐらいで20センチぐらいがいいです。それで次は弓だね。これは長くても大丈夫で、40から60センチぐらいがいいでしょう。この弓に、さっき漂着していたこのね、ロープを貼っていきます。そこに火切り棒を3周させます。弓を張るね、強度なんだけど、強すぎてもこの棒が回らないし、弱すぎてもふにゃっちゃうから、ちょうどいい強さで巻いていきます。よし、みんなこんな感じで結べました。火種が落ちるようにヤシの木をセットして、で、ここに落ちていく。ここにどんどん溜まっていったら、ここに移して着火させる感じだね。まずこの火切り棒をここのね、支点に当てます。で、当ててですね、この押さえ木でしっかりとここを押さえます。で、押さえる時にあんまり強く押さえちゃうと棒が回らないから、適度な塩梅で軽く浮かす感じで、あくまで支えとしてこのね、弓を引いてきます。弓をまず下に引く。で、上に引く。で、下に引く。この繰り返しで摩擦熱を上げてって火種を作ると。早い人はでもこの方法でほんと30秒ぐらいで火つけるからね。最初はゆっくり、リズムを意識して最初はゆっくりやります。熱っ熱っ熱っ。まだね焦げてないんだけど、だいぶ熱くなってきた。みんな煙出てる。しゃ、みんな煙出た。くそ、あと少しなのに火がつかない。ちょっとこっち移動だ。ここあ、ついた。あー、もうファイヤーベイビー。ウー、しゃー、きたー。よっしゃ。結局今日もこんな時間かかったわ。やった、みんな火ついたー。よし、みんな中華の木入れてくわ。よっしゃー。結局もうさ、こんな暗くなっちゃった。火起こしまだ僕初心者だね。全然ダメ。これで待って水飲めるよ、みんな。死ぬほど嬉しいんだけど、待って、何時間かかったんだよ、本当にバカ野郎。こんな感じで真ん中が高くなるようにすれば火が広がらないし、これインディアン式って言うんですけど、やったねー。じゃあみんな、昨日汲んだ汚ねえ水をここの中入れます。一滴もね、こぼさないからね。この汚ねえ水飲めるの嬉しすぎる。あー、笑ってる。うわー。これで蓋閉めまして、うわー、だいぶ火熱くなってるね。この中にほら、ちょっと遠くに置いても遠赤外線でしっかりこの中沸騰するからね。一つね、みんなに謝らなきゃいけないことがあります。スコールで溜まった水あったじゃない。あれね、300ml ぐらいそのまま生で飲んじゃいました。きつすぎて。まだ体調悪くないんで、悪くなるとしたら明日の朝とかに体調、もしかしたら 50% ぐらいの確率で悪くなるかもしれないんですけど、サバイバル難しいわ、南の島。今回めっちゃ痛感しました。よっしゃみんな、念願の水が飲める。ちゃんと飲んでもいい水。ちょっとね、暑いから少し冷まします。よっしゃ。
と熱いな。煮沸した水、いただきます。マジで。よかった。火起こし成功できて。水って最高だね。これ、飲んでもマジで大丈夫なやつだから。どんな菌でも100度以上で煮沸すれば、大体死にますからね。やばいみんな、あっという間に飲み切っちゃった。もう一回水入れてから、もう一回煮沸させて飲みます。今日はね、2リットル全部飲もうかな。それで足りなくなったら近いし、また水取り行くから。みんな、カニがいる。でっかいカニがいる。はい、よっしゃー、来たー。本日の食料だ。よっしゃ、みんな、南岩ガニゲット。シーブタが尖ってるからオスですね。南の島のタイドプールにはこんな感じで南岩ガニっていう動きがね、昼はバカ早く取れないんだけど、夜はね、こいつら遅くなるから取れるんだよね。でもね、見やすくなくて食うとこないんだけど、今日焼きますか。こいつを焼いて今日は上をしのごう。南の島のカニが全部食えるってわけでもなくて、カニやカニでも食えないカニもしっかりいる。スベスベマンジュウガニとか埋もれオオギガニとかだね。このカニたちは強い毒、サキトキシンとかテトロドトキシンっていった毒を持つから、わからない種類は食べない。これね、サバイバルの鉄則。今ね、閉めたんだけど、みんな見て、身あるよね。これちょっと食い応えありそうだね。よっしゃ、今サンゴ岩置いたからこの上に乗せていきます。これでね、時間経ったらだんだん焼けてくると思う。じゃあみんな、カニ焼き上がったから食います。待って。めっちゃうまそうなんだけど。いただきます。やばい。食べ物ってこんな味だったっけ。うますぎる。カニ味噌とディップされてて、南岩ガニ。これ焼いて食ったの初めてなんだけど、マジでうまい。冗談抜きマジでうまい。焼きギガニとか焼きタラバガニに匹敵するうまさだ、これ。塩とか何もつけてないのになんでこんな旨味あんの。ごちそうさまでした。2日目の夜、いいもん食えました。てかみんな待って、やばい。虫がめちゃくちゃ多い、さっきから。そんな時は、このね、大量に出てる煙を体に浴びましょう。おー、煙決まる。蚊とかって人間の二酸化炭素、体温、匂いを感知して寄ってくるんだけど、僕今ね、サバイバル中で、もう体とかめちゃくちゃ臭いじゃない。10キロ先の蚊とかも全部ここに寄ってきてると思うんだけど、このさ、煙、この焚き火の煙に含まれる微粒子が蚊のセンサーを狂わせるから、近寄りにくくなるんだよね。あとさ、焚き火にこういう湿った葉っぱとか草をぶち込むと煙が一気に出るから、それで救助される方法もあるし、飛行機とかに SOS のサインとして知らせる方法もあるよね。サバイバル3日目入りました。ほぼ寝れなかった。体もう限界で、親指のこっちの爪が剥がれちゃったり、足首もね、今少し痛いんですけど、それでもなんかちょっとした音で起きちゃったり、マジで寝れんかったな。お家帰りたくなってきたもん。コーラ飲みてー。でもね、みんな朗報があります。昨日ですね、火起こししてる最中に、溜め飛ぶ水を 300ml ぐらい飲んじゃったんですよ、ちょっと。帰ったら病院、寄生虫検査とかしなきゃいけないかもしれないけど、今は一旦生き残れてますね。昨日も煮沸した水結構飲んだんで、体調はなんとかなった。今からね、朝ごはんを食べようと思うんですよ。よいしょ。こちら、初日に説明したアマオブネ貝ですね。このアマオブネ貝は、基本人が取れないのとたくさんいる。プラス、漁業権もかかってないので、いわば取り放題。本州とかにある松葉貝とか神の手は漁業権かかってる場所があるから、皆さん注意してみてください。ドブの水を入れてる空き缶に、こいつらを入れまくる。そうしたら蓋閉めて、もうここだけでもマジで熱いからね。よっしゃ、そろそろできたかな。あらららら。先生、これちょっと冷やします。よし、だいぶ適温になった。アマオブネのスープいただきます。うまいです。マジでうまい。味めちゃくちゃ薄いんだけど、昨日もあんまり栄養補給できなかったし、体が乾いてたんだけど、朝からスープ飲むだけでマジで生き返るというか。よっしゃ、みんな。元気なかったんだけど、これ飲んだらマジで元気出てきた。日が沈む前に食料調達してきます。いいじゃん、みんな。
この辺りちょっとね、浅くなってるから、こっからエントリーして沖の方に出て魚を取っていこうかな。いよいよ食材取っていくよ。今から持参してきたフィンとシュノーケルと、このね、手盛りで海に潜ってお魚さんをついてきます。あとみんな、もしみんなが海で溺れた際に、これだけは絶対にやめてください。溺死とか水難事故のほとんどがパニックによる溺死なんだよね。とにかくパニックにならないのと、肺に空気を入れる。空気入れれば人間浮くから絶対に。とにかく助かろうとあんま泳ぐんじゃなくて、とにかく浮く。よっしゃ、行くぜ。待って、奴ら反射神経良すぎじゃない？近く行って着こうと思っても森のリーチが短いからなかなか届かんだ。よっしゃよっしゃ、これ多分ノコギリ台かな。よっしゃうわー。この小さな森だ、この短い森だ。イラブチャゲット。大きい。みんなやったよ。こんだけつければタンパク質確保には十分でしょう。よっしゃみんな、
早い時間に帰ってこれたよ。よっしゃ、3匹もお魚つけた。この森さ、1メートル50センチしかないのよ。本来、お昼ってお魚が警戒心高いから、俺の姿を見たらすぐ逃げちゃうし、なかなかこの短い森じゃ、お魚ってつきづらいんだけど、だから本来昼に潜るときは、3メートルから5メートルの長い森を使うんだよね。左から長ブダイ、真ん中ノコギリダイ、こうなんか面白い模様をしてるやつがモンガラカワハギだね。本当にお腹空いてるから、もうすぐ調理してきます。昨日目星つけといた拠点の近くにあったまな板。皆さん、一つ、やばいやらかしをしました。サバイバルナイフどっかに落としてきました。マジで心当たりあれをちょっと探したんだけど、マジでどこにあるかわかんない。まあ、とりあえず一旦、この子たちの鱗取りますか。まあでもどうせ丸焼きにするからいっか。ペットボトルの蓋、これ即席の鱗取りです。水気たっぷりいい感じ。今ね、沸かしといた水も飲んだしね。水も補給できて、これからタンパク質も補給できるとなると、震えが止まりませんよ。このイラブチャーは、昼間に活発にサンゴ礁を泳いで、ソーリを食べる草食魚です。見てこれこの歯。めっちゃ鋭くない？夜間は岩陰とかサンゴの隙間で眠ってて、種類によっては粘液を出して部屋を作って寝てるやつもいます。で、あれなんで粘液作って寝てるかっていうと、サメですね。サメとか大型の捕食魚に自分の匂いがバレないように粘液出して隠れてるんだよね。このブダイ本当に美味しいのよ。南の島では大人気だし、刺身回すにフライバターに何でもいける。じゃあちょっと内臓出していきますか。ナイフないからちょっとこの岩でお腹出せるか実験してみます。きた！内臓出せた。棒を突き刺して。最高だね。イラブチャー焼いてるうちに次の魚調理しますか。次は皆さんこちら、ノコギリダイだね。いっぱい群れでいて、つきやすそうに見えて、ギリギリでさってかわすのよ。この子も南の島で結構食べられてるお魚で、一匹このサイズでだいたい2、300円かな。食堂とか居酒屋であら汁とか煮付けとして提供されますね。けどね、大型の個体はシガテラ毒を蓄積している可能性があって、あんまり買い手つきません。みんな、南のお魚を食べるにあたり、シガテラ毒って聞いたことないですか？シガテラ毒ってのは海のプランクトンが作る毒で、こいつらは暖かい海とかサンゴ礁、日差しギラギラの環境が大好きなのよ。簡単に話すと、海の毒のプランクトンを小魚が食べて、その小魚を大きな魚が食べます。で、その小魚をさらに大きな魚が食べると、食物連鎖で毒がどんどんお魚に蓄積されていくのよね。で、人間が最後にその毒が溜まった大きな魚を食べて中毒すると。でもシガテラで当たる魚って大体決まってまして、バラハタ、一点フエダイ、バラフエダイ、バラクーダ。この4種だけでも中毒例の 70% 占めるぐらい高いから、この子たちは要注意。それに比べて魚体がちっちゃい今回のお魚たちは、シガテラ毒に当たるリスクがほぼないし、美味しく食べれます。串刺して。ちょっと待ってよみんな、これサバイバルって最高だな。みんなラストはモンガラカワハギちゃん。この子もね、南の島のサンゴ礁付近によくいるお魚だね。かなり昔は市場とかにね出回ることがあったみたいで、南の方では唐揚げとか煮付けで食べられることがあったみたい。けどね、今この子鑑賞価値が先行しちゃってて、一匹もっと一回りちっちゃいサイズで1万とか2万円で取引される鑑賞魚ですね、この子は。この歯みんな見て、ウニとか硬い生き物を砕いて食べる食性。この子さ、本当はさばく時に口周りから落として皮を剥いでいくんだけど、今そんな道具ないから、とりあえずもうこのままぶっこんじゃいます。お、最高じゃない？よっしゃー、よっしゃー、せーの、完成。見てほしい、マジでうまそうなのよ。水もう一回ね沸かしました。うわー、だいぶ空は暗くなってきたけど、今日はそれが嬉しい。いただきます。生きてる。俺生きてるよ。本当にこれ遠目でじっくり焼いたから、見てこの肉厚な。過呼吸になるこれ見ると。世界で一番うまいもん食ってる今。やばい。本当に命に感謝だね。うんまっ。ねえよ。おお、完璧じゃん焼き加減。やっば。いただきます。うんまっ。身がすっげえ締まってる。塩水魚なんだけどなんか鶏肉みたいな。これさ、刺身にしてもうまそうだな。うわー、明日以降刺身食いてー。めっちゃ刺身食いたいんだけど、うわー、悔しい。
よっしゃ、ノコギリ鯛、ごちそうさまでした。よし、じゃあね、モンガラカワハギちゃん食べますよ。うわー、こっちめっちゃうまそう。いただきます。みんな食べやすい。中骨とかもこんな感じで単純だからさ。モンガラちゃんもうまいよ。この厚い皮で中がいい感じに蒸されて、身がうまいことになってる。うまっ。よっしゃみんな、ごちそうさまでした。意外とね、お腹いっぱいになるかなと思ったら、今ね、腹3分目ぐらい。ほぼ丸3日間何も食ってなかったから、むしろね、お腹空いてきた感じだね。しばらく休んだら夜の海に食材調達しに行こうと思います。よっしゃ、みんな夜になりました。今から早速食材調達していこうと思います。昼間はさ、お魚さんすごい動きが早いんだけど、夜はね、サンゴ礁の隙間とかでお魚さん寝てるんだよね。だから今から寝ているお魚さんを潜ってってコーンライトで探し当てて、この森でついていきます。さっきからね、沖の方が少し荒れてるのと、雷がちょっと降ってきてるのよね。だから無理はしないで、やばいと思ったらすぐ引き返す。うわ、結構雷鳴ってる。やばいな。じゃあ早速やっていくよ。潜るよ。よっしゃよっしゃ、耳じゃゲット。
壊れてるわ。やられた。波にやられた。GoPro 大丈夫かな。 GoPro よくこれ割れなかった。多分データは大丈夫かな。見た感じ水没してる感じじゃないし、さっきの衝撃で壊れちゃったな。波が急に強くなって、やばい戻らなきゃと思ったんですよ。映像どうなってるかわかんないけど、急に強い波が来て、で、体思いっきりガーンって吹っ飛ばされて、岩かわかんないけど、マジでサンゴ礁のとこに頭ぶつけて、その時に多分これ割れちゃったんだと思う。レンズが割れてなかったのは奇跡だけど。みんなやばい。魚がそうだ。魚ついたのが頭打った時にどこ行ったか分かんなくなっちゃって、魚なくしちゃいました。ついたやつ。ごめんなさい。今頃多分サメに食われてるか。いやもう最悪だ。本当に今回ばかりは死ぬかと思った。いやなんとか戻ってくれてよかった。みんな今さ洞窟戻ってきたんだけど大雨。今サバイバル中で水少なかったからめちゃくちゃ嬉しいんだけど、日が昇ってきた。じゃあね、雨水も今溜めてるし、もう死にそうなんで寝ます。皆様生きててよかった。ありがとう。おやすみ。皆さんおはようございます。サバイバル最終日前日4日目に入りました。昨日の事故があってからちょっとねメンタルやられちゃって何も考えることができないですね、正直。せめてもの救いは GoPro は壊れちゃったんだけどデータは残ってたんですよね。それでカメラの予備は一応持ってきてるので今日夜素潜りに行けなくもないです。やっぱりこのまま終わると悔いが残るんで、今日夜もう一回ラスト素潜りリベンジしたいと思います。海に潜る以上やっぱりいつも死ぬ気でやってるし、本当に集中してやってたんですけども、こうなってしまってなんとか命だけ助かってよかった。今日は無理をせずお魚さん取ってエネルギー源を確保して最後の晩餐といった感じでサバイバル締めたいと思います。サバイバル4日目の体の変化と言いましたら、傷の治りと集中力が極端に落ちました。本当に傷の治りが極端に遅いんですよね。じゃあみんな一旦ね、夜潜り行くまで体力温存したいから寝ます。よっしゃみんな、辺りは真っ暗。夜になりました。今からリベンジマッチ、最後のね、食材調達してきます。よっしゃ、でっけえ魚取って、最後締めくくるぜ。今ね、海に入りやすい位置に移動してるんですけど、待って、びっくりした。待ってみんな、ヤシガニ、ちっちゃかわいい。待って。よいしょ。うわ、ちっちゃい。今回のサバイバルの初日でこれより全然大きいヤシガニ出てきたと思うんだけど、ヤシガニってこのサイズになればね 2,3 年ぐらいで、動画で出てきた中間のサイズで10年とか20年生きてるんだよね。ヤシガニって成長がすっごい遅くて寿命も長いから、中には50年とか生きる個体もいるんだよね。じゃあちょっと逃がしてあげます。この子が脱皮してどんどん大きくなる。これヤドカリの仲間だからね、神秘的な生き物だよね。ごめんね、バイバイ、ありがとう。待ってみんな、えぐい。うわでかいうわすごい。待って、ヤシガニでっか。今まで見た中で一番大きいかも。待ってみんな、まだ日本にこんなヤシガニがいたんだ。神様見れた。ちょっと待って、神様少し触らせてください。うわ力強い。うわでっか。このハサミよ、今僕が飼ってるヤシガニの多分4倍か3倍ぐらいあるよ。
この個体でも40年ぐらい生きてる。僕のね、もう二回りぐらいね、生きてます。ここ無人島だから誰にも捕らえず、こんな大きく成長したんだろうね。この子とかもう日本にしては最大級だけど、海外でもっとこの一回りぐらい大きいヤシガニいるからね、こいつもね、死ぬほどでかくなってほしいね。ヤシガニって雑食性だから食べたものによって味が変わるんだけど、僕はめっちゃ大好きで、カニぐらいに旨味があって、エビよりちょっと弾力がある感じなんだよね。すごい美味しい。ほい。ちゃんと餌食べて大きくなるんだよ。バイバイ。絶対魚つくよ。行くぜ。みんな、あっという間に朝になっちゃったよ。今からね、最後のご飯食べてサバイバル終了です。本日の成果、こちらです！リベンジ大成功！みんな、めっちゃつけたよ、今回。最高だね、マジ。お腹空いてるからめちゃくちゃ。色とりどりのお魚が取れました。マジでお腹空いてて、絶対生き残ってやろうと思って、頑張れました。まずこの子、打ちどころ悪かったんだけど、グルクンだね。主に南の島に生息してるお魚で、サンゴ礁とか岩礁帯で群れをなして、小動物とかプランクトンを食べてます。あとこの子面白いのが、昼間泳いでる時は青っぽい色してるんだけど、夜とか興奮した時、亡くなった時はこんな感じで体色は真っ赤になるんだよね。この子は沖縄県の県魚にされるほど美味しいお魚ですごい大人気です。唐揚げとか焼き物が本当に美味しいのよ。そんでもってこの子は赤松かさ、目がさ、めっちゃ大きいよね。金目鯛とかに近い仲間のグループです。めっちゃくちゃこの子うまいの。マジ磯の金目鯛よ。煮付けとかね、焼き物も美味しいし、ただし、鱗がすっごい硬いから市場では安価なんだけど、本当に美味しいお魚。次はみんなこの子見て！青の目肌です。このさ、青い目みたいなさ、斑点が特徴で、すっ
ごい綺麗でしょ。こんな感じで歯が鋭いでしょ。これで南の島の脂の乗った小魚とかをたくさんバクバク食ってるから、このサイズがだいたい青の目ハタのマックスサイズぐらいなんだけど、絶対脂乗ってると思うんだよね。これ極上だよ。次はこちら、今回の一番ビッグサイズ、南洋ブダイです。ほら見て、めっちゃでかいよ。50センチぐらいはあるかな。このサイズだと脂もめちゃくちゃ乗ってると思うし、サンゴの隙間でこの子見た時にめっちゃ興奮した。このサイズだったら市場でもなかなかいい値段するんじゃない？この子は今回お刺身で食べたいんだよね。さっきね、スコール振りまして、落ちてる木が全部湿気湿気。こんな状態でね、火起こしはもう 100% 無理。今日ちょっと太陽も雲に隠れてるし、木も乾かせないし、今回火を使った料理むずいのよね。次はこの子、錦ブダイだね。これも立派。同じブダイでも色が違いすぎるのよ。この錦ブダイはオスですね。なぜかというと、錦ブダイって最初生まれた時は全部メスなんだけど、成長するとオスに性転換するんですよ。その際にこんな感じで綺麗なね、色が湧き出るから、この子はね、立派なオスです。はい。で、ラストは赤姫路。日中さ、僕が潜ってた時に、黄色っぽいお魚の群れがたくさんいたと思うんだけど、その正体がこの子。姫路って本来低生性のお魚で、このヒゲとかで、そこの方の獲物を探すお魚なんだけど、日中はこの子ずっと群れで上の方を泳ぎ回ってるんだよね。ちょっと面白いでしょ。スコールが降って、もう火が使えないっていうアクシデントを最終日にまた迎えてしまいましたが、今回は豪華南の島刺し盛りでサバイバル締めようと思います。じゃあ早速さばいていく。よっしゃ、まずね、この子からさばきます。皮が硬いから刺身にしやすいな。赤松笠の身質めっちゃ綺麗じゃないこれ。早く食べたい。次グルクン。肉厚やな。グルクンのお刺身完成。こっち側の半身が僕がねついたところだったのでちょっと悪くなってまして、鮮度がかなり。半身のいい感じに食べれそうなところを摘出しました。はい、次この子さばきます。よし。完成！やっと飯食える！ちょっとさ、今火起こせないから、残りの半身とかは後でしっかりね、食べようと思います。右から赤松笠のお刺身、グルクンのお刺身、ハタのお刺身、南洋ブダイのお刺身、そう、あのブダイのお刺身。見た感じ赤姫路が一番脂乗ってんだよね。なんかこれ面白いな。じゃあ皆さん、赤松笠から食べちゃいますよ。いただきます。うますぎる。身がブリブリ締まってて、かつ旨味がめちゃくちゃに濃い。これ煮付けでも食いたかったな。いや待って、赤松笠うますぎんだけど、それでいてさ、あんな群れてて無限に取れるから釣りでも釣れるし、もっとうまさに気づかれたら大人気のお魚になるんだろうな。待って、やばい、旗もいっちゃおう。もうやばい、止まんない。やばい、ごちそうだよマジで最高。ほんとさ、最終日にしてさ、普段よりいい生活してるよ俺今。じゃあみんなラスト姫路です。一番脂乗ってるやつ。じゃあ皆さんラスト姫路いただきます。こりゃうまい。いきなりかき氷食べた時みたいに、いきなりうまいもん食っていきなり頭痛くなってる。皆さん5日間のサバイバル生活終了しました。マジできつかった。水源なかったら本当に死んでたと思う。何回も死にかけて脱水症状でもきつい場面あったけど、自分の実力がまだまだだなと思ったし、全然これから伸びしろがあると。もっとこれからね、サバイバルスキル高めて成長していきたい。もっと面白い動画作りたい。ワクワクする動画作りたい。まだまだ冒険は続きます。おー！